構え、スタートの構えってところに、もう焦点当ててっていうか、とりあえずそこで話していこうと思うんですけど、山崎コーチ、構えな古賀さんと宮尾さんから構えの足の位置だったりとか、膝の、角度みたいな話がありましたけど、なんか結構スタートの時に膝をグッてめっちゃ曲げてる人と、少し90度までいかないけど、膝開いてる人いますけど、どっち力入れやすいんですか、ああいうのって。そうですね。バイオメカニクスの話になってくると思うんですけど、膝伸展の筋発揮の、セオリーとしては、130とか20とかって言われること多いですかね。ですけど、でも、背泳ぎのスタートってもっと絶対狭く膝の角度になることが多いと思うので、この間、純也さんと少し話した時にも出てきたんですけど、やっぱり、例えばスクワットで深くしゃがんで、そこからしっかりとまっすぐ立ち上がれる。その最低限の筋力っていうのは、必ず、ジュニア選手だったら自分の体重をきちんとまっすぐ下ろしてまっすぐ。もっとエリートアスリートだったら、自分の体重よりも重いものを持ってもきちんとした姿勢でスクワットができるとか、その最低限の筋力で獲得する必要があるなと思いながら考えてます。筋力ですね。古賀さん、筋力っていう言葉を山崎コーチからいただいて、その古賀さんがそのスタートで構えるときに、先ほどスタートで構えるときの高さっていう話もありましたけど、構える時点で、古賀さんってその壁にしっかり力をバッと加えるために大事にしていることっていうのは何かありますか？例えば今の膝の深さだとかもそうですし、足の位置、じゃあ程度をするとか、構えて、バーンってなる前の話。ちょっと分かりやすいようにこういうのを作ってきたんですけど、これ見えます？見えます？見えてます、見えてます、今。ちょっと待って。大丈夫か。これ一応膝関節と、あとは肘と肩と全部こうやって稼働するように、ちょっとなんかギミック的な感じで、ものづくりが得意というか好きなんで、すごい。なんですけど、で僕が普段構えてるところっていうのは、これちょっと手が長いんで分かりづらいかもしれないんですけど、お尻がこういうふうにほぼほぼ水に対して垂直方向にこういうふうに落ちた状態が一番最初のスタート、で足の位置っていうのはやっぱり、スタートのエッジで言ったら一番高い4番かな、4番に設定してます。でもちろんスタートのエッジがない時とかだったら、4番より高いところに設定するんですけど、今のところ4番を仮定するとして、こういうふうにお尻がこっち方向じゃなくて、この壁から離れたところにお尻がこうやって落ちてこうやって構えてるわけじゃなくて、一番最初はこのままお尻が落ちる位置で構えてます。でこれがこのまま用意ってなった時に、大抵の人は多分背中をまっすぐって言われてるから、こういうふうに持っていくんですよね。このまま持っていく、このまま持っていくと、この背中はまっすぐなんだけど、お尻からこのつま先とかかかとに対してはこの角度が90度以上になるんですよね。だから壁に対してこのまっすぐじゃなくて、こういうふうに上に上がることによって滑りやすい角度になってしまってるので、僕の場合はだからそのお尻をさっき高く持っていくって言ったんですけど、だから腕とか、肩、広背筋のところ、ここからですね、ここからこうやって引っ張っていくような感じにして、頭が多少こういうふうにいつもこう前のめりになるような感じに見えるんですけど、でも実際のこの落とした時の膝の角度とかっていうのはほとんど変わんないんですよ。落としたところからほぼ変わらない。でこういうふうにやってあげると
壁に近くなって、でここの90度っていうのをだいたい維持しながらやってあげると、壁に対して、今はエッジがあるのである程度、下方向にこうやって力が入ったとしても、滑りにくいっていうことも考慮した上でこういうふうに膝の角度をそこまで、曲げてこうやって縮こまって構えるわけでもなく、こう伸ばしてこういうふうにお尻を突き出すわけでもなく、背中とこの肘と膝がちょうどこうやって重なるぐらいのイメージなのかな。肘と膝が重なるぐらい。はい、こういう感じ、くらいにしといて、そこからこう手と足を両方反応させたら、こういうふうに背中のここかな、ここの肩の部分から落ちていくような感じになるんですよね。足もこうやって伸び始めて、手も伸び始めるっていうのをやるには、もちろん手からいったらこういうふうに膝が折れて壁の方向に膝がこうやってクッて向かってしまうのが先になるので、こういうふうになると足の力のかかる方向は下方向に行っちゃいますよね、この膝の角度からしても。だからそれをなるべくしないために、ここからほぼほぼ同時にこう動きながら離れていって、でそれで飛び出すっていうのを意識してます。だからそれをするためにはやっぱりある程度の高さがないとその後、難しくなるので、だからこういうふうに縮こまった状態でこういうふうに一緒にやるぞっていうふうになると、その手と足が壁から離れる速度も離れるタイミングも一緒になっちゃうので、そうじゃなくてある程度やっぱり膝の角度をつけてあげて、でそれでだんだん動き始めるっていうような感じになるように意識してます。ありがとうございます。はい。山崎コーチ、今聞きながらなんか自分でも動いたりしてみましたけど、どうですか？なんか思ったことありますか？金子選手もスーパートップアスリートですけど、なんかやっぱり純也さんの方がちょっとこう手の構える位置少し高いと思うんですよね。はい。他の選手に比べると。はい。で高いと多分引くのがすごい、さっきおっしゃった広背筋でしっかりと背中で引くっていうのがすごい大変というか、筋力が必要だと思うんですけど、なんかこうその持つ高さって何かこだわりありますか？なるべくやっぱり高いところっていうのは意識してて、でスタートのバーが2本あるじゃないですか。こう2本あって横に縦あるじゃないですか。で多分普通の人はその2本目の上のところをこうやって持つ人と、縦に持つとしたらこの横のこの2本との間の横を持つと思うんですけど、僕の場合は上のそのバーの2本目とこの縦が交差しているところに人差し指を引っ掛けて、だからここの間にバーが来るような感じですよね。人差し指と中指の間にバーが来るような感じにして、でそれで親指を鉄っていうか持つところに沿うような形にする。で広背筋体を引く時も別になんか特別僕がなんか広背筋が強いとかそういうわけではなくて、だって懸垂とかも多分できて10回いかないぐらいなんで、だからそれぐらいしかなんか懸垂もできないぐらいの、自分の体重をこう持ち上げられない人間が他の人よりも高く持ち上げられるっていうことは、その腕をこうやって伸ばした時にこっからここまでがちゃんとまっすぐ一本になってるような意識がまずないとダメなんですよ。でここで下手な人はこっちでこうやって引いて、でそこからこうやって引く、背中を引く、もしくは背中をこうやってこう突き出すようにこうやって引きながら腕を使うっていう風になると動作的にばらけちゃうので、じゃなくてこっからここまで全部一直線っていうか完全につながってる。でこの重さ、お尻に対してのそのさっき言ったお尻が落ちるお尻をこう落としてる位置っていう風に言ったのは、こっからここまでがもうつながってるのを自分で分かりやすくするためなんですよ。
でそれでこういうふうに一本のこうなんかこっからここまでお尻までつながって、引っ張られてる感じを感じてるところから、その手に対して一直線にっていうか一直線上に力をただ単純に重さを動かしていくだけなんですよね。だから引いて持ち上げるとか、こうなんか固定してこう思いっきり引き上げるっていう意識は全然なくて、だから滑車と同じような感じなのかな、イメージで言ったら。だから上の方でこうやって引っ張られるから、一番下の底の部分がこうやって引っ張られる。だからこうガラ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 ってこういう感じか。こういう感じで引っ張られるんですけど、他の人たちは割とそのなんだろうな、こっちを引っ張るからこっちが上がるっていう意識があんまりなくて、なんか123ぐらいの部分で分けて引いてるんですよね。そうじゃなくて、もう本当にその手の先からお尻までつながってるお尻をちょっとこうやって引っ張ってあげるだけなんですよ。でそれをするためには、つま先部分にちゃんと力が加わってる状態があるから、この状態がここで固定をされてるからこそ、こっち側にこうやって腕でこうやって引っ張った時に体がこうやってお尻も一緒にこうやって上がってくる。これがもしじゃあこれ離れてる状態、ちょっとなんか不安定な状態でこれをやってあげると、こういう風に上げようとすると、ここでもう足が離れちゃってるんですよね。こうやってこういう状態か。こうやった時に体持ち上げますってなった時に、足がこう下方向につるって滑っていっちゃう。だから足のところはなるべく固定されてるっていう状態からお尻、体を上げるっていうんじゃなくて、お尻を上の方にちょっと持っていくっていうぐらいのイメージで全然いいのかなって思ってます。なんか今ワードの中にもやっぱその足をしっかりつけていればっていうのがやっぱ出てきたんですけど、足がしっかりついてるイメージだと、そういう今古賀さんが言ったようなことが、なんだろう、まさき今の聞いててイメージとしては、やっぱ足をしっかり壁にバンってつけてるから、古賀さん言ったようななんかその全体で上げていくっていうか、全体っていうのが、なんかわかる、その足をしっかりつけてるときとつけてないときでは、やっぱそこができるかできないかに大きく関係すると思う。いや、めちゃくちゃやっぱそのつま先だけじゃなくて足全体のそのなんていうんですかね、連動性っていうのはすごい構えるとき大事だなと思ってて、っていうのも、結構やっぱりその姿勢が、僕結構その腰とかが丸まりやすいんですけど、なんかちょっと疲れてたりして、その背中が伸びづらい時とか、その構えた時になんかお尻とかハムのそのテンションみたいなのがかかりづらくて、なんかいまいちうまく壁に力を伝えづらいんですよね、つま先に。だから結構そういったなんか姿勢であったり、そのさっきジェナさんが言ってた腕からそのお尻までの全部の姿勢っていう一連のつながりが、どっか一つでもちょっとその疲労とかでなんか悪いと、そのつま先までうまく壁に力が伝わらないっていう経験結構ありますね。僕も結構その背中を、首からその腰までをなるべくまっすぐにして、でお尻を結構突き出すようなイメージを持って構えると、すごいつま先で足に力をかけられて、なんか構えた時に安定するっていう意識はあります。